年中行事覚書6柳田国を下月が言う。他の神が春は山から降りて他を守り、冬に入ってから再び山に登って山の神になるということは、もう本当にそうだと思わない人までが全国にはたって今でも皆記憶している。町に住む者は毎日いつでも欲しい時に珍しい食物が得られるので、節日というものの印象は薄いのだが、農村ではこれが一つの良い記念であった。その日にならなければ決して作らないという餅や団子、それに伴ったいろいろの行事の他の日にはついぞ見られぬものがいろいろあることに、新米は香りが高く味がおいしく珍しいのに、わざと以前はこの折り目の日まで食事に使うことを差し控えていたのであった。その上に今一体の小餅のやり取りというような心をときめかす所作がいくつもあった。子供でなくとも久しい後まで忘れることのできないのは当たり前である。数限りもない世の中の激変につれて、そういう古い作法は片端から消えていき、ことに冬のうちの年中行事などはもう覚えておらぬ人が多くなってきたらしい。誰かがいっぺんは話をして世に伝えておくべき事柄は3つや5つではないのである。10月は神無月で祭りのない月だったというのに、どうしてこれだけ重要な節句ができていたかということがまず問題になるであろう。これはもともと1月以上の慎みが長きに過ぎて、だんだん待ちきれなくなったということもあろうが、また一つには実際の借り入れの日が物意味の始めとして別に何か行事のある日であったの。後においおいと力をこちらに傾けて、これを中心と感ずるようになったということも考えられる。そういう類例は正月にもあって、7日と15日と節分と除夜の行事が互いに似通うているものも少なくはない。亥の子と当間夜が別の日ではなかったように、その10日という日も必ずしも固定してはいない。一番多いのが2月10日を田の神下り、これに対して田の神昇りの日を10月10日としているものというだけで、それよりも遅く双方とも12日または17日とした例もあれば、寒い雪国などではわせを作って9、9月のうちにもう田の神をあげてしまうものがある。これがもし形ばかりの外から決めた制度であったならば、決してこのように各地まちまちにはならなかったろう。聖地が実際生活の必要によって生まれたことは、こういう点からも証明せられるのである。しかも一方においては、その古い頃の下月祭りも、まだ全くは忘れてはいなかった。旧11月になって田の神の終わりの祭りを営む例は、九州北部一帯に牛の日様またはお牛様といって初の牛の日、それから西南の島々にかけても、同じ日に山の神の祭りをするものがある。中部地方でも岐阜県は一般に、下月7日かまたは寅の日をもって、山の神の出入りの日とし、慎み深い祭りをしている。この日を山の子というので、ちょっと見ると農事に関係がないように取れるが、これに参与する者は主として農民であった。能登の半島の引っ込んだ村々で、あえのことというのも同じ祭りで、これも最近まで旧11月の5日または4日、あるいは新暦12月の月送りのその日であった。田から上がって来られた田の神を迎えて、ちょうど人間の尊い賓客に接するように、家々の主人が神しも起きて、自ら艦隊の任に当たったと言われる。今日はあるいはやめているかもしれぬが、私たちの裁縫してきた記録には豊かに残っており、昔懐かしい事実がその中には多い。例えばその晩は風呂を立てて、神をまずそれへ案内するのだが、元よりお姿は見えないから、ただ遠くに座っていて湯のお加減はいかがと言ったり、または主人自らが上下衣服を脱いで、湯に入ってそれを神のご入浴と解するものもある。田の神は久しく田の中におられて、お目が見えなくなっておられると言って、座敷ではいちいちお膳の食物を名を言って進めたというような話もある。それが皆は座仰ぎの所作ではなくて、神の実在を信じた主ぶりであったことは、ちょうど我々の盆の玉祭りの後先ともよく似ている。
借り入れ直後の祝いの日に、すでに他の神のお帰りを送った地方でも、なおもう一度この下月の祭りの日を、何もしないでは過ごすことができなかった。九州の各地には2月の初馬に対して、11月の初馬にも家の稲荷の祭りをしているが、これもその一つの表れかもしれない。年に何度か行われる23夜町の中で、特に下月三夜を大切にする風が中国地方その他にある。これなどはことに新滑の祭りに近いのだが、これは他でも解き立てたことがあるからもうここでは詳しく述べない。それよりもさらに広く残っているのは、大志公という珍しい名を持った節日で、東北は三大師と称して月のうちに3度、4のつく日をもってこれに当てているが、それはやはり農作業の現実と調和させようとした新しい試みかと思われる。他の多くの地方、例えば関東の北半から中部一帯、北陸から遠く山陰の沿海まで、同じ習俗公費を損する村々は、いずれも主として23日の晩から24日の終日をその日としている。大師という名称にはもちろん寺々が参加し、仏法の信徒が流布させたと思われるが、土地によって解説はまちまちであり、また両立しにくいものが多い。例えばお大師には、23人とかの子があり、それを養うのに骨が折れるので、長い箸を3本添えて、団子を突き刺して食べさせるようにするとか、またはお大師は家父であり、子育ての苦しいにつけても、亡くなった主人のありがたさが思い出され、それを頭の上にいただくようにしているのがあのお姿だと、この日にかけて拝む角大師の姿を、そんな風に説明したりしている。こういうのは多分古来の節句の種類が不明になり、どうしてこうなのだろうという推測の中から、奇抜なおかしいものがかえっても手配されたのでもあろうが、なお行事の特色というべき点が、これからでも伺い確かめられ、それがまたやや広い一致を示すのであった。歴本の頒布もまだ十分でなかった時代から、掛け軸や壁に貼るような絵像だけは、需要があったと見えて遠い田舎までも配られていた。版画の大量生産者などは、信用すべき解説者でなかったのは無論だが、それが売り広めたお姿というものは、都市徳人でも恵比寿大国でも、またはお白という養蚕の神でも、妙に力強く人心を支配していた。井出のカエルの日干しかなとも評せられた。いわゆる角大師の像なども、中央では元三大師、良源という名僧の肖像のごとく言われたが、奥羽の北端と北九州の一部とでは、これが下月三夜の神であるがごとく、思っていたものが多かったのである。あるいはまた布袋和尚が多くの子供を連れて、旅をしている図なども、お大師様だと言って売られたことがあるらしい。そのような絵像をじっと見つめていた人々が、そういう想像を出したものとすれば、一通りは説明がつくかもしれないが、なお遡ってこのような絵を、めいめいの拝むべき神として喜んで買い求めたという点に、考えてみなければならぬものが残っている。そうしてその理由はまだ今日、はっきりとしておらぬのである。あるいは数多くの子を持った神というような話が、特に小さな人たちの印象を深めたのかもしれない。今でも現実に長短のある3本の箸を、この晩の神の前につける風が、ずっと広い地域にわたって行われ、それと関連してまた一つの珍しい言い伝えが残っている。それからなお一つ、この晩は決まって風説があって、それにも変わった昔話がついているのは、これを何でもないただ普通の現象と、村の人々には思うことができなかったからであろう。その話というのは、お大師様はたくさんある子供に粥をこしらえて食べさせようとしたが、貧乏なために塩が買えなかった。または塩を買いに出て吹雪にあって倒れたとさえ言って、この23日の晩に煮る粥には、今でも塩を入れてはならぬという家が少なくない。こういう話もやはり正しい古伝と言われないことは同じだが、少なくとも言い伝えには基礎となるべき事実はあり、新しい繁栄などに面して初めて胸に浮かんだ空想ではなかった。簡単に言ってしまうならば、
粥は最初からこの節句の日の食物であって、それを中絶せずに、今なお農村では守っているのである。正月15日の小豆粥をはじめとし、正式の粥には塩を使わなかった。その点だけは後々返しにくくなって、このような説明が考え出されたのであった。